金融業界からこの業界に入ってきた人間でしたから、本当に全てがゼロからっていうところだったので、彼らの住環境だったんですね。本当に狭い部屋に同じベッドの上に2人3人で、家賃を節約して生活していると。設計して施工まで決めていたところを大幅に方向転換して、あるエリアにおける人口密度が高いっていうのがかなり我々のサービスのニーズ相関が高いっていうところが最近分かってきた。モールでの成功っていうのが大きな転機となったのは間違いない。本日は千鳥ホスピタリティの斉藤さんにインタビューしに来ました。よろしくお願いします。ようこそお越しください。私はですね、ベトナムで弁護士業をしながらスタートアップを支援している工藤です。簡単に自己紹介はい、私は千鳥ホスピタリティという会社を創業した斉藤と申します。じゃあ今ベトナムで千鳥は何年ですか？今年8年目に入ってます。2018年からスタートしてっていうことですよね。はい、それこそ千鳥が1店舗目だった時に一度お会いさせていただいて、はい、どういう方向をやるかどうかも、その時もいろいろご相談いただいた記憶があるんですけど、はい、その1店舗目から比べて8年経って店舗数とかどういった店舗数になってますか？店舗数でいくとグループ全体で15店舗しております。どういう今店舗割合というか、もともとはコーヒーインベッドって言われる千鳥カフェから始まったと思いますけど、今どういう業態でやられてるんですか？創業の事業が滞在型カフェということで、ここが我々の原点にある事業でして、当然最初の7年間はそこを重点的に、私も金融業界からこの業界に入ってきた人間でしたから、本当に全てがゼロからっていうところだったので、当然そのオペレーションの組み立てだったりとかビジネスモデルを深めて進化させていくというところにかなりの労力をつぎ込んで、大体7年間かけて毎年1店舗だったり2店舗3店舗っていうところをコツコツ積み上げてきた結果が、滞在型カフェホーチミン市内に今10店舗で、クレープカフェっていうところが1店舗目で、現在2店舗目はここから1キロぐらい離れた自タオ電築作って2025年にはホテル事業も開始しておりまして、そこが1施設で、同時に2025年にプロのシェフの方と共同でレストラン事業も開始しまして、そこが今2店舗ホーチミン市内にございます。で合計15店舗がそういう内訳。レストランも最近、あるけれども、もともとはカフェで、今10店舗っていうところで、それがメイン事業っていうもともとの理解なんですけれども、そもそも千鳥カフェっていうものが、多分ご覧になってる方で行ったことがある方もいれば、ほとんどベトナム人のお客さんなんで、多分行ったことない人の方が多いかなと思うんですけど、そもそも千鳥カフェってどういうコンセプトとどういうカフェなのか、普通のカフェみたいなものなのか、そのあたりを簡単に説明いただきたいんですけど。滞在型のカフェという形でやっておりまして、お客様はカフェに行く動機で弊社に来店いただいて、ドリンクを販売しておりまして、四方が囲まれたかなりプライバシーを保てるようなリラックスできる空間を一緒にセットで提供するという形になっています。入ると半個室みたいな、個室みたいなルームがいっぱいあって、そこでカフェを楽しみながら、ある程度プライベート空間もありつつ、友達と話したりとか自分の作業に集中したりとかができるみたいな、カフェっていうことですよね。そうです。それってそもそもそのタイプって、日本で言えば漫画喫茶みたいなものとかあると思うんですけど、ベトナムでそのタイプって全然見たことがなくて、もともと千鳥以外にそもそもなんでそれを始めようと思ったんですかね？もともと金融業界だったっていうのもあって、飲食業をやるつもりは全然なかったですし、今も飲食業をやってるという認識あんまり自分では持ってなくてですね、一番のきっかけとなったのは、私が26歳の時に初めてベトナムに赴任しまして、そこから現地のほぼ同世代の人たちと一緒に切磋琢磨しながら前職の仕事をやってたんですけど、その過程で彼らの生活様式だったりとか、どうやって時間を過ごしているのかとか、どういうことに興味を持っているのかっていうところにかなり深く入ることができまして、その中で最も衝撃を受けたのが、当然バイクがたくさんいるとか、道端でいろんな活動が行われてるとかもあったんですけど、最も一外国人として客観的にベトナムの若者の生活を見た時に驚いたのが彼らの住環境だったんですね。で彼らの暮らしている自宅に呼んでいただいて、鍋パーティーをしようということで、かなりローカライズした生活を送らせてもらってたんですけども、そういうことが何回もあった。でその中で毎回僕は実は非常に驚かされていたというか、本当に狭い部屋に同じベッドの上に2人3人で、家賃を節約して生活しているという光景が何回も続いたので、これって普通なんですかっていうことを失礼のないように質問していく中で、もうみんな揃ってこれは普通に何言ってるんですかと、当たり前じゃないですかっていう感じで回答されたので、それにも僕は驚いて、個室もなくて、みんなで一緒に暮らして、なんでそういう状態なんだろうみたいなところがめちゃくちゃ疑問にな
ったと。はい、育って生活をしてきた一人の人間として、そこはかなり僕の中で衝撃だった。でその中で彼らと仕事生活を共にしていく中で、やっぱりカフェに行こうっていうのが何か代名詞になってというか、カフェに行こうっていうのが自然なカルチャーであるということが僕の認識で非常に強まってましたし、で実際にカフェに行ってそのカフェにいる人たちの属性を見ると、そこにもまた驚きがあって、日本でいうカフェだと、仕事したりとか時間を潰したりとか、本当にカフェとか提供物っていうところに魅力を感じてきてるっていう方々がほとんどだと思うんですけども、ベトナムのカフェにはそれ以外の属性の人たちがたくさんいたと。それはどういう？例えばもうパジャマで来てる若い子たちとか、あとは本当に何をするわけでもない、なんか一番安いドリンクだけ頼んで、ドリンクにも手をつけずにずっとスマホで遊んでるとか、友達同士で来ているのに会話もせずにただ同じ空間で時間を過ごすというところだったりとか、本当に何の変哲もないというか、一般的なカフェに夜中まで若者が何をするわけでもなくごった返していると、そういう光景だったりとか、そういうところに行く経験を通じて一つ点と点がつながったといいますか、あのような非常に快適とは言い難い自宅環境が当たり前の子たちでありながら、年齢的にもう20代中盤ですから、一番エネルギーがある時、活動していきたいっていう時に、単純に自宅に借りたくなくてエアコンがあって単価も安いカフェにたむろをするという、日本とか先進国にはないカフェの需要を発見することができた。それが一番大きなきっかけです。なるほど。家も狭いし、そんなに快適じゃないとか、いろんな人がいたり親がいたりする中で、他の人と会ったりとか、自分たちが今の延長、リビングの延長みたいな感じでいろんなカフェに行ったりみたいな。そうですね。ですよね。そういう、今の延長みたいな感じでいろんな人とカフェに行ったり、デートに行ったりみたいなするっていうのがベトナムの若者が多かったっていう話だと思うんですけど、そこから半個室のカフェをやったらいいんじゃないかみたいなところはどういうところまで、もうそれがそういうところで過ごしている方だったら来るだろうみたいな感じですか？結論から言いますと本当にそうでして、これはニーズあるだろうと、これは自分の実体験で、僕の共同創業者のベトナム人の実体験、彼女もそのような環境で昔暮らしていたので、なるほど。これは裏話になるんですけども、実はもともとカプセルホテルを作る予定で設計まで進めていて、もう施工会社まで決めていたんですよ。なるほど。でそのタイミングで共同創業者と出会って、で最初はすごい詳細のあるベトナム人の方だなっていうことで、自分のビジネスアイディアとかをシェアしてただけだったんですけども、ある時にちょっと考えて、それ全く儲かんなくない、だったりとか、カプセルホテル、ちっちゃい狭いホテル、家も狭いのにわざわざ旅行してホテルも狭いとこ選ぶ、それはありえないねって言ってて、っていうのも、そのホテル泊まるっていうところだけで切り取ってマーケット見ますと、安いホテルもいくらでもあったんですよ。カプセルでもなく、ちゃんと部屋で寝れてプライベートでっていうところでも、日本円で言うと本当に1000円とかで泊まれるところがたくさんあった。なので実は競合がたくさんいたというところはベトナム人の彼女はもうよく知っていたし、僕はその時はやはりちょっと日本ではカプセルホテルっていう業態が確立されていて、単純にベトナムにないから作ってやろうっていうすごい勢いが勝ってしまっていたタイミングではあったんですけど、彼女との奇跡的な出会いと彼女のアドバイスっていうところで、一気に外からホーチミンに来て泊まる場所を探して来る人向けではなく、自宅環境に満足してない住んでる人に対してよりプライベートでかつ快適な環境っていうカフェとして運営したらどうですかっていうアドバイスをしていただいて、なるほど。それまでに積み上げてきた情報が僕の頭の中でも全部つながって、確かにこれは需要あるというところで設計して施工まで決めていたところを大幅に方向転換して、泊まるためのファンクションは全部キャンセルして、いる人がより喜ぶ内装にしていったっていうところです。今それがハマっていろんな方が来てるっていうところだと思うんですけれども、今どういう方が主に来られていて、大体利用者ってどれぐらいの人数がいらっしゃるんですか？はい、現在8年目に入ってるんですけども、累計の会員のお客様が18万人いらっしゃって、でその中でアクティブで1年間に1回以上使っていただいているお客さんが8万5千人。すごいですね。いらっしゃる。8万5千人、この10店舗ぐらいにどこかに行っていらっしゃる。そうです。で、これは事業をやって蓋を開けてみて気づいたところだったんですけど、非常に高頻度で来店いただいていて、これは本当に僕も驚きだったんですけども、価格もそんなに安くないと。その中で一番頻度の高い人はもう月に18回来ていた。月に18回、はい、ほぼ毎日いるっていう、出勤してるみたいな感じで。出勤してるみたいな感じです。何時間ぐらいいるんですか、それ？そういう方々は5時間ぐらいです。おお、はい。もう本当に出勤レベルで
いる。そうですね。家の延長線上っていう感じで使っていただいていることがデータ的にも証明することができて、それは非常に嬉しかったというか、もともとそういうその家の延長線上のより快適なサードプレイスとして場所を提供したいという思いがあったので、実際にそういう方々、そして年齢の内訳としては、特に若い方がやはり多くてですね、平均年齢でいくと25歳ぐらいという方々。25歳の方々が平均っていうのは、じゃあベトナム人の方で、学生から言ったら30歳ぐらいまでの層がコアな層っていうことですか？はい、やはりそのニーズが自宅で感じているフラストレーションの解決、それのサプリメントという形のポジショニングなので、やはり30未満の未婚の男女、男性だったり女性だったりと、未婚のっていうのが結構キーポイントでして、なるほど。これはどの国でもそうだと思うんですけども、パートナーができたりとか結婚するタイミングで突然ダブルインカムになると、そうすると突然その家賃に払えるバジェットが上がるので、もう少し部屋があるような家に住んでるし、家族だからそんな気にならないというか、なるほど。やっと他人と居住空間を共有する必要がなくなるというタイミングで、我々のお客様っていうのは卒業されていくということもやっていく中で、もう7年やってるわけですから、最初にサポートいただいてたお客様はもう社会人5年目、下手したら10年目とかになってるわけです。そこに対して何か新たな価値を提供していくっていうところを考え始めたのも本当にここ2、3年のところ。なるほど。最初はもう本当に20代から30前半ぐらいの方々にフォーカスして、彼らのサードプレイスみたいな場所を作って、でそこでいろんな過ごし方をしてもらってるっていうところで、最近は変わりつつあるっていうことだと思うんですけど、それこそ直近で言うとイオンの中にも店舗ができたりとか、他は大体路面店。そうです。で、路面店は大体大学生の行くような大学が多い地域とか、割と若い人が多い地域を狙ってるのかなと思うんですけど、そのあたりの場所の選定でいうと今どういう基準で決めていらっしゃるんですか？確かに最初は年齢層でいうと学生、本当に18歳から22歳、もうまさにもう大学生ですそこが中心のお客さんだったんで、最初は大学の近くっていう感じで考えていたんですけども、実は違ったっていうのがありまして、やっぱり人口密度の高いところ、ホーチミンで行くと10区とか5区とか、あの辺ですよねっていうところがやっぱり一番ニーズが高かったっていうのがありました。これはおそらく僕らの最初の仮説が合っていたんではないかなと。やはりその自宅環境が高密度なところだったりとか、自宅じゃなくても隣の家と近かったりとか、つまりそのあるエリアにおける人口密度が高いっていうのがかなり我々のサービスのニーズ、相関が高いっていうところが最近分かってきた。そこにポテンシャルのある人、お客さんたちが住んでて、必ずしも学生だけではないといいうところはかなりの大きな発見だったというか、最初は学生が多かったんですけども、本当に最近は30代の方、40代の方、それ以上の方も使っていただいたりとか、あとはその地方からホーチミン市内の高校受験だったりとか、大学受験で、親御さんとお子さんが一緒に来るときに、で、受験って結構時間が効率化されていないらしくてですね、間の時間が何時間ってあったりするらしいですね。だからその間に親御さんがうちを予約して、お子さんが受験科目と科目の間に少しでも休めるよということで使っていただいたりとか、あとはその病院に行かれるお客様が中間の時間を使ってうちに来て休んでいただいたりとか、あとはその出産をされて病院に通われてるお母さんたちが病院の近くにあるうちの店舗を使ってくれたりとか、かなりですね、最初の想定していたお客さん層よりは広がってきている。確かに。利用シーンもいろいろ増えてきているというか、いろんな方がいらっしゃるって感じですね。それはやっぱり自宅だけじゃなくて、そのベトナムの公共的な施設っていうのは環境的にはあんまり良くない、衛生的にもあんまり良くない発展途上であるというところも相まって、好きな時に好きな時間だけ快適な空間を獲得できるという我々のサービスはかなりお客さんの層が広がってきているというところなんです。これが本当に面白いなと思って、最初この話を8年前とかに聞いた時って、そのイメージはすごい伝わってきたんですけど、本当にそんなにたくさんその金額で利用する人がいるのかなみたいなっていうのは結構あって、直近で言うともちろんそれはどんどん利用者が増えてきていて、若い人が使ってるのがすごいあってすぐ見てたんですけど、例えばイオンとかだと若い人がそんなに自分デートで行くかどうかわからないですし、そこであえてイオンっていう場所に来た人がシドニーの中に来るっていうイメージってそんなに湧かなかったんですけど、そこは自分にとっては当然イオンの人も行くよね、のお客さんも行くよねみたいな感じだったのか、意外なこともあったのか、そのあたりどうですか？結論から言いますと、イオンの店舗が今一番パフォーマンスが
それがすごいですよね。はい。本当に、僕の周りだったりとか、いろんな関係者の方々にも、路面店ではうまくいくかもしれないけど、家賃の高い、かつ公共性のより高いモールの中では、そこでうまくいったら奇跡だよね、みたいな感じで、冗談も含めて言っていただいてたんですけども、あまりにもそう言われていたので、自分もちょっと半信半疑なところはあったんですけども、イオンモールの方にチャンスをいただいて、オープンしたわけですけれども、蓋を開けてみると、我々の目的来店して来てくださる会員のお客様も来ていただいたし、イオンに来るお客様も来ていただいたんですよ。なので、路面店と比べて客層が単純に乗ってきているというところで、かなり実はイオンモールに来ていらっしゃる、または他のモールに来る同期のお客様も、羽をちょっと休める場所としてご利用いただいてます。特にイオンモール店の周りには大きいキッズコーナーがあるので、本当にメイドさんと一緒に来られて、メイドさんとキッズが遊んでる間にご両親がうちに来られてごゆっくりされたりとか、はい、なるほど。そういう僕の知り合いがそういう使い方をしていてくださったりとか、驚いたこともあったりとか、あとは本当に3世代でモールに来て食事をして買い物をして帰るっていう方々も、ベトナムはやっぱ家族思いのカルチャーなので、3世代で移動している方も多くて、そのおじいちゃんおばあちゃんたちがうちのカフェで休憩してる間、孫と娘息子が他に買い物に行ったりとか、そういう一休みの場所として、実はモールの中ってかなりアクティブな用途のテナントしか入っていないっていうことが実はあると思ってまして、でそうじゃないテナントとしては、映画館とかあると思うんですけども、映画を見なければいけないと、で時間制限もあるということで、もう好きな時に好きな時間だけ本当に周りの目を気にすることなく休める場所っていうのは、実はモールこそ必要とされていたのかなっていうのは、これは本当にやってリスクを取ってみて分かったことであり、かなりこのモールでの成功っていうのが大きな転機となったのは間違いない。そこまで今の授業の特に滞在型カフェの方の話を詳しく聞いてきたんですけど、そもそもなんで斉藤さんがベトナム事業をやるに至ったかみたいな、最初の部分はちょっと伺ったんですけれども、もともとシンガポールとか他の国にいらっしゃって、ベトナムとそんなにすごく密接だったわけじゃない、日本人でっていう中で、なんでベトナムでそもそも事業を始めようと思ったのか、しかもそれがただ住むだけじゃなくて起業しようと思ったのかみたいなところだと、どういうきっかけで決められたんですか？もともと家族の影響もありまして、学生の頃から兄が起業していたりとかっていうところで育ってきたので、生き方として自分で事業を起こして生きていくということはもう常に僕の頭の中にありながらキャリアを積んできました。その中で大学20歳の時に交換留学でフィリピンのマニラの私立大学に行ったりとか、その後日本に帰ってすぐシンガポールの就職フェアみたいなのがありまして、そこでシンガポールの金融の仕事を取ることができまして、でもう卒業してもう次の週にはシンガポールに渡って、ボロボロの家に住みながら社会人を始めるというところで、シンガポールで4年ほど仕事させていただきまして、そこからシンガポールで1回転職をする機会がありまして、でその会社でベトナムに事業がありましたでしたから、僕を駐在員として派遣していただくという、その時点で、全力で仕事をしてきた結果として、たまたまホーチミンにたどり着いたというところではありました。この中で、ホーチミンで先ほどのような、若者友達が住んでるところの課題とかを見て、最終的にはベトナムがいいなっていう風になったこともあって、こっちで起業した。それもあったんですけど、やっぱり一番ベトナムで起業して、ここで一生やっていくぞっていう決心ができたんですけど、その理由がちゃんとありまして、やっぱりその前職でベトナムっていうマーケット、どんな仕事をしていたかというと、ベトナムの株式市場に投資をするっていう仕事をしておりました。その過程でうちの前職のファンドとしては、この国はコンシューマー市場が、つまりその D2C ですね、ところが圧倒的に成長していくというところで、今でいうモバイルワールドとかデジワールドとか、あとはディエンホアンっていうナマズを養殖して販売しているところとか、とにかく消費者がより良いプロダクト、そしてよりその高いものに対して消費をガンガン行う、それが絶対に拡大していくという経済的なフェーズであるっていうセオリーを持って投資を行っていて、非常にありがたいことに投資家という立場にいることができたので、そういうモバイルワールドとか、とにかくこの今のベトナムでトップを走っている小売企業の社長と何も知らない26歳の僕がマンツーマンでお話をする機会をいただいたりとか、それを様々な企業ですることができたんです。これは今思えば本当に貴重な経験だったなと。ジェットジェットのタオさんとかにも会いましたし、モバイルワールドの社長さんにお話しする機会ありましたし、で彼らと話してる中でコンシューマー市場への革新っていうのはもう本当に間違いないっていうことが分かりましたし、本当にベトナムの消費力が急激に拡大していくというところに対して僕もベットしたいっていうところが一つ
でもう一つ、今ベトナムの経済を引っ張ってる創業社長みたいな方々っていうのはほとんどがですねボートピープルでアメリカに渡って、で本当に壮絶な文字通りボートで難民としてそうですよね、海を渡ったとして亡くなってもおかしくない方々ですね。そういったご両親の背中を見てたくましくアメリカで生まれ育ったその一強と呼ばれるベトナム系アメリカ人の方々が奨学金を得て猛勉強して IB リーグを卒業してウォールストリートで働いてシリコンバレーで働いてバリバリ働いて40歳ぐらいで一番稼ぎの高い人たちがこぞって今だっていうことでベトナムに帰ってきてるタイミングだったんですよ。なるほど。ありがたいことに僕の周りにたくさんいらっしゃった、そして本当に僕が来た2017年本当に去年来ましたとか今年来ましたで来年行きます、本当にこの始まったばかりなんだなと。でその世界で最先端のビジネスのところで働かれていた非常に優秀なベトナム人の方々、ベトナムにルーツを持った方々が今だということでベトナムに別当し始めたタイミングだったんで、エネルギーがこう爆発する感じはもうその時からもうダイレクトにこう僕なるほど。実際今9年経って、ここからもまだまだやっていくと思うんですけど、今までのこう9年本当にそういう実感は当たってたのか、あとここから9年10年はどうこう思ってるのか、ちょっとまた細かい将来のビジョンとか後で聞くんですけど、まずベトナムの経済が今どうなってるかみたいなことを客観的に今どう思ってますか？一番わかりやすい実例で言いますと、私が最初2017年にベトナムに来た時に一緒に働いていた同世代のベトナム人の方々、簡単に比較しますと彼らは英語を当然のように操って喋って仕事をしていて、ウォールストリートのアメリカ人が持ってるような国際的な金融の資格も勉強して取っていて、なのにもかかわらずよくて月収が5万円ぐらいだったんです。で一方で同じ仕事をしている私、シンガポールという、ここから2時間しか離れてない同じ東南アジアの国の中で単純比較で僕の方が年収が10倍ありましたし、当然僕はそういう資格を持っていなかったということで、このギャップっていうのは明らかにおかしいなと。このグローバル社会である今、同じ仕事をしてよりすごい資格を持っている人たちが僕の年収の10分の1だというのは間違いなく縮まるということは確信としてあって、で今それから8年経って本当にそうなってます。で彼らは先ほど申し上げた通り、当時はもうボロボロのバイクに僕は後ろに乗せてもらって一緒に遊んでたんですけど、もう今はもうピカピカな日本車を乗り回していいところに住んでっていうことで、もう収入でいくと彼らはもう10倍以上になってます。それは本当に当時の10倍になってということは本当に振り返るとそういうふうになってますね。なるほど。それは全然日本のこの10年とか20年とかとは全然こう伸び方というか、個人レベルで考えると全然違いますね。そうですね。ここから10年とかだとどう見てますか？そういう経済の読みというところでは前職で非常にいろいろ学ばせていただいたんですけれども、一番注視しているのは人口動態。今ベトナムで人口のボリュームが一番多いのが僕の世代なんですよね。本当33歳から35歳くらいのところで、僕の友達を見ても世界を見ても分かるように、一人の人が生涯の中で一番年収が上がるのが45歳から50歳だと言われていまして、それは合理的な理由で家族が増えたりとか必然的にこう出費が上がっていくっていうのと、キャリアも一番ピークを迎えるということで、つまり今ベトナムに一番人口のボリュームがいる33歳から5歳の人たちが一番人生の中で出費が多くなるところに向かってあと10年以上あるわけですよね。なので残り10年間っていうのはもう間違いなくコンシューマー市場は伸びるっていうふうに見てますし、その後に関しても、日本が人口が減っていってるにもかかわらず、経済が伸びてるとか伸びていたりとか急激に落ちるということはそこまでは実際に起きていない。それ時代に合った産業が伸びていくっていうことがベトナムでも当然起きていくと思うので、かなり長期でこの国の経済っていうのは伸びていくだろうなと